電話だ。はいはい。はい、藤井です。こちらは家庭教師センターですが、藤井東也様はご在宅でしょうか？うん。私ですが、前に応募してた家庭教師斡旋業者からだ。はあ。仕事先が見つかったのかな？お休みのところ申し訳ございません。以前にご応募くださいました勤務内容でご依頼がございまして。要するに、俺を家庭教師として雇いたいって人がいたってことだ。それにしても今頃なんて。そやな。冬のもう受験が迫りつつあるような。てかもう受験がもうとっくに始まっとるっていう。なんならもうちょっとしたら試験なんじゃない？それで藤井様はこのお仕事をお受けいたしますかという問い合わせの連絡なのですが。あ、はい。まだちょっと寝ぼけている脳は俺に間抜けな返答をさせる。ご依頼された方にこのお仕事へのお返事をいただきたいのです。つまり仕事を受けるか受けないか今決めろと。決定は後からでもよろしいですが、一応ご父兄の方を交えて面接を行わなければいけませんので、とりあえずは面接を受けるかどうかだけ。ああ。返事は後でもいいんだったら面接を受けるだけ受けてみてもいいかな。じゃ、とりあえず面接だけ受けてみます。そうですか。では。電話の向こうで書類を操る音がする。パグルか。パグる音がするかな、知らんけど。大変急ですけれど、面接の方は4日となっております。大丈夫でしょうか？ 4日？あさってか。もし日時の方でご希望がございましたら、一応こちらから交渉はしてみますが。いや、4日で大丈夫ですよ。すみません、助かります。家庭教師応募者にこんな対応をするなんて珍しい。それではすぐに勤務地、ご依頼者のお宅までの地図と電話番号をお送りします。そのままファックスをお受けください。もしご不明な点がございましたら、すぐにご連絡してくださって結構ですので。お、ファックス。そうだ。そうだ。時代背景的にファックスだ。メールとかじゃないんだよ。メールでとかじゃないんだよ。ファックスなんだよ。現代っ子ファックスわかる？わかるよね。さすがに令和生まれでもない限りファックスはわかるよね。ファックスわかるよな。ファックスわかるよな。なあ、わかるって言ってくれよ。頼むよ。うん。大丈夫やろ。ファックス。電話で紙を送るやつ。プリンターというかスキャナーか。電話にスキャナーついとって、それに書類とかをピーって読み込ませて、で、相手先の電話、同じような、そのコピー機付きの電話機から紙セットして、ジャーって出てくるやつ。わかるよな。そして電話が切れて耳障りな電子音が響いてきた。ピーガーオーっていうね。少しすると地図と簡単な書類が印字されて配出されてきた。読んでて分かったけど、このアルバイトものすごく条件がいい。給料も勤務条件もなんかとてつもない裏があるに違いない。で、たかが家庭教師にどんなとてつもない裏があるっていうんだ。とりあえずあさって行くだけ行ってみよう。今日はお昼過ぎからエコーズでバイトだ。このバイトは遅くから出てもいいし、何よりも楽だから大好きだ。さあ、真面目に働こう。エコーズ。この店は芸能関係者が集まるって特殊な環境の割にはお客さんが少ない。まあその特殊な環境のせいって言えないこともないんだけど、つ
つまり常連しか入り込めない雰囲気というか何というかを作ってしまっている。それで困ったのがアルバイトを雇う時だった。店の顔なじみはほとんど芸能関係者か日々レッスンに励む芸能人予備軍なわけだから、俺を除いて普通のフリーターなんかを雇ってもよかったんだけど、の時点でいかにも芸能人に会うのが目当てみたいな危ないやつらが何人か来たみたいだ。そこで店長は不慣れでももう少し信頼できる人間をと。お客さんだ。いらっしゃいませ。この時間だったら普通のお客さんだ。おう、トウヤ。あらま。なんだ、アキラだ。トウヤ、結構真面目にやってるんだね。当たり前だよ。今日はバイト？お客様？手伝おうかって思ってきたけど、トウヤがいるからいいや。うい。いい加減だな。そもそもここの店長に俺の身元を保証してくれたのはユキとこのアキラだ。早い話、店長がアキラのおじさんなんだ。なるほどね。このアルバイトは俺とアキラとが、1日交代でやるはずだった。でもそのうちなんとなくいい加減になってってしまった。今のアキラみたいに。まあアキラの方は身内で強制的に手伝わされるって時が俺よりもあるからそれでもいいかもしれないけど、でも俺はそうはいかない。店長が自由に働かせてくれるのはありがたくてずっとここで働いてきたんだ。いい加減怠けるのもどうにも気が引ける。トウヤ、注文していい？なんだ。結局今日はお客か。そしてアキラはシナモンを効かせたホットチョコレートか何かでゆっくりとくつろいでからレポートがあるからと一人で帰ってしまった。すごい。このエコーズを説明するためだけに来店して余計なことを喋らず帰ってった時計はと見るとそろそろ混み始める時間だ。すごい、めっちゃおる。今夜も数人の若い芸能関係者が狭い店内を占めてる。トウヤくん、ご飯食べに来たよ。あ、ユキだ。いや、一緒にいる無表情な女の人もよく見るけど、友達かな？友達ってないじゃないやろ。お疲れ様。何にする？俺はグラスに水を注ぎながらカウンターに座る2人に尋ねううん、まだおしまいじゃないの。これからまたスタジオの方に戻らなきゃいけないんだ。る。大変だね、それって。実際、ユキは自分の出てるゴールデン番組のゴールデンの番組なんかリアルタイムで見たことないんじゃないのかな。いつものことじゃない。全然平気。今日は撮影とかじゃないから。そうかなとか言いながらも仕事の方にあまり口出ししないようにして2人のオーダーを聞く。今夜はデビュー間近の新人歌手らしい女の子たちが先輩何がしみたいな感じで話しかけてきて、なるほど。ユキを持ってかれてしまった。はい。そういうことね。どこでも人気だな。なんてつぶやいてしまう寂しい俺。ユキは後輩たちに基本はうがいからとかわけのわからないことを年上っぽく享受している。はい、これですか？いつもユキと一緒にいる女の人だ。恐れ入りますが、このお店の方ですか？そんないきなり恐れ入らなくたって。まあバイトですけど何か？ユキさんとはお友達なのでしょうか？友達って言ったらそうなんだけど。
まあそんなものですね。ユキ、本当に仕事場で私生活の話とかしてないのかな？そうですか。失礼いたしました。マネージャーかこいつ。多分そうやな。それきりその女の人は黙り込んでしまった。誰なんだこの人は。今度ユキに聞いておかなきゃとか思いながらいつも忘れるんだよな。ユキ、あんまり俺と仕事とかの話したがらないから。そのユキはと見れば、うがいはぬるま湯に塩を溶いたものでやるといいとかなんとか、おばあちゃんみたいなことを言って後輩たちを困らせていた。塩、うがい薬でやろうや。ごめんね東也くん、せっかく来られたのにもう行かなきゃ。ユキはすまなさそうにカウンター越しに行って支度を始める。いいよ、どうせ明日は同じ職場なんだからさ、ユキと。あれってなんだよ。明日は俺もテレビ局でバイトなの。AD だよ AD。ほなんだ、一瞬私が明日ここに来なきゃいけないんだと思ってびっくりしちゃった。俺を軸に考えるなよユキ。じゃあ明日会えたらいいね。でもここにもまた来るね。3点リーダーは2個欲しいな。6点リーダーにしてほしい。うん、また来なよ。できたら俺のいる時に。急ぎましょう。じゃあね。そしてユキはもう一人の女の人に手を引かれて出て行ってしまった。慌ただしいな。あの時計みたいな女の人と一緒なんてユキもちょっとかわいそうだな。忙しい時間も過ぎて、なんとなくお客さんもいなくなってきた。空いたテーブルを拭きながら、あれは？あそこにテーブルにいるのは、出た。尾形里奈ちゃん。これがあれやんな。メインヒロインその2。タイトルでか、そのオープニングのタイトルにも出てきたけど、今の森川由紀と、この尾形里奈ってのが、一応、その、グランドヒロインというか、メインヒロインというか。だから、他のヒロイン、例えば、美咲とかさ、美咲とか、はるかとか、あのあたりって一応、そのメインキャラではあるんだけど、なんて言えばいいんだろうな。このホワイトアルバムというストーリーのね、舞台の中においては、サブヒロインなんよ。攻略できるサブヒロインなんよな。結局このね、ユキとリナが色濃く関わってくるから、だからね、重要人物です、この子は。ちなみに、さっきのマネージャー、さっきのマネージャーは、攻略対象でございますから。いろんな理由があってね。尾形里奈ちゃん。尾形里奈ちゃんじゃないか。尾形里奈といったら、現在、尾形プロダクションで森川由紀と人気を二分するトップアイドルだ。由紀とは同い年のはずだけど、キャリア的には彼女の方が1年先輩で、実力の点から言うと、由紀よりもはるかに上って気がする。よくはわからないんだけど、なんとなく、由紀が自然体すぎてプライベートが気にされないのに対して、彼女の方は割とイメージで固められたところがあって、そのプライベートな姿はマスコミの前には徹底して表されない。この店にもよく足を運んでいるみたいだけど、あまり見たことがない。入ってきた時はそうとは気づかなかったけど、突然こんな近くにいるのかと思うとなんか不思議だ。ドラマか何かのエキストラになった気分だ。どっかでカメラが回ってるみたいな感じ。と、今日は割と年上の男の人と一緒だ。友達かな？なんかキザなやつ。
ただの汚いおっさんっぽいけど。で、そんな詮索はやっちゃいけないな。真面目に仕事を。だから私に何度言わせるつもり？え？落ち着いてるけど明らかに冷ややかでイラついた口調でささやいたのは彼女だった。テレビとかで見ててきつそうな娘ってイメージがなんとなく、娘じゃなくて子か。娘って言うと俺があれや、もうおっさん、おじさんや、おじさん。まあ俺はおじさんなんだけどさ。きつそうな子ってイメージがなんとなくあったけど、その通りっぽいな。俺だって何度も答えてるよ。同じことをさ。いい声、速水さんか。素晴らしいな。相手の男の人は対局にのらりくらりと答える。よく見たらこのおっさんはよくこの店に来るお客さんだ。芸能関係者なのかな。そうは見えないんだけど。あなた答えてなんかいないでしょ。彼女は冷笑する。たださっきから言い逃れしようとしているだけ。めっちゃ言うやん。おい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 、あなたなんて言い方あるか。他人みたいな言い方やめてくれよ。慌てたみたいなおっさんの手が彼女の腕をつかむ。他人みたいなものでしょ。違う。こんなことばっかりしていると絶対マスコミに叩かれるからね。マスコミ？何か揉めてんのかな。おい、だから誤解してるんだってリーナちゃん。もうちょっと落ち着いて話を。ちょっと腕痛いわよ。力入れないでよ。誤解しないでくれよ。僕リナちゃんのことが一番好きなんだからさ。ちょっと匂わせぶりなすごいなんかあれだな、匂わせぶりなあれだね。このやりとりだね。意図的に言っとんのかな、この感じ。何が僕よ、気持ち悪い。リナちゃんなんて呼ばないで。俺は完璧に揉めてるみたいだ。止めに入った方がいいかもしれない。と彼らの間に近づいた時、危ない。いきなりその男に頭をつかまれ引き寄せられた。わけもわからずつぶやいた瞬間、ものすごい勢いの拳が目の前に飛び込んできた。気が遠くなった。マジか。武闘派か。尾形里奈、武闘派か。うわー、入ってるよ。しかもグー。お前ひどいな。でも確実にお前が頭引き寄せたからやんな。偶然言い合わせたからやったよな。お前やったよな。知らないわよ。あなたが悪いんだからね。もうめっちゃ言うてきた。出た。小さく叫ぶと彼女はそのまま席を立って店の外に出て行ってしまった。大丈夫お兄さん。いえ。胴立てにしといて何涼しい顔をしてるんだこの人は。はい。彼はペーパーナプキンを数枚俺に手渡す。ということはつまり鼻血出とるね。ああ。言われて俺は鼻あたりに手を当ててみる。ああ。出血してる。悪かったね君。まさかあいつ本気で殴るなんて思ってなかったから。俺はナプキンで軽く顔を拭きながらそのふざけた顔の男を睨む。ってなんだかあんまり楽しそうじゃないな。分かった今日は帰る。リーナのご機嫌も取らなきゃいけないしな。
彼も困ったみたいに軽く笑ってレジの方に歩いて行ってしまう。俺もとりあえずカウンターの奥に戻って改めてウェットティッシュで顔を拭く。帰り際、本当に悪かったね。また今度ちゃんと謝らせてもらうよ。彼はとぼけたみたいな顔を覗かせていった。おっと失礼。俺はまだなんとなくムッとして店長を見る。彼は余計なことするからって風に俺を見ただけだった。血は喧嘩にね、入るとこうなるわけや。まあそうかもしれないけど、とりあえず今日はこれじゃ仕事にならないから早退させてもらうことにした。3日か4日じゃなくて、今日はテレビ局、そうか、その話があったの。今日はテレビ局でアルバイトだ。アシスタントディレクター、いわゆる AD。 はっきり言って仕事はきつい。言ってみれば番組収録のスタッフの最底辺だ。今日も俺は借りてくるように言われた集音マイクセットを両手に持ってスタジオに急ぐ。あれ、スタジオの方に向かって歩いているのはユキかな。俺は前を行く2人組の女性の顔を追い抜きがてらにちらりと盗み見た。間違いない、ユキだった。あれ、ユキ、おはよう。いかにも今気づいたみたいな顔で俺はユキにケースを持ったままの手を小さく振る。どうやくん、おはよあら、かわいい。失礼ですが、どのようなご用でしょうか。ユキの言葉が終わらないうちに不意に背の高い女性が間に入ってきた。申し訳ございませんが、森川は仕事中でございまして。どうやら彼女はプロダクションかテレビ局の人間みたいだ。少なくとも友達じゃないだろう。う。弥生さん、いいの。この人はそういうんじゃないから。背の高い彼女の後ろからユキがどうにか顔を出して必死に訴える。彼女は表情一つ変えないまま首をかしげたけど、ユキの言葉に従うように一歩後ろに下がった。ごめんね、私今から撮影なの。そういえばどうやくんも今日ここでバイトだったね。俺は両手に持ったケースを持ち上げて笑ってみせる。まあね。大変だけど頑張ってね。怪我とかしないように気をつけなきゃダメだよ。いたわるように俺の顔を覗き込むユキ。テレビ局のバイトが朝からずっと仕事詰めだってことを多分知ってるんだろう。ユキに心配されるまでもないっていうより、ユキの方こそ気をつけなきゃダメだろう。私？だってユキ、よくステージとかでつまずいてこけてるじゃない。あれは演出。わざとなの。わざと。こんな演出があるのか。何でもいいからユキも頑張りなよ。正面から俺を見るユキ。この前向きな視線が好きだ。俺はバイトに過ぎないけどさ、ユキは毎日がこれなんだから、いろんなことを気をつけていかなきゃ。参りましょう。時間です。俺の話を遮って後ろに控えていた女性が再び割って入ってくる。ここからいい話になろうって時に。で、どうだっていいか。考えてみたら俺も仕事中だ。ごめんね、東也くん。行かなきゃいけないみたいだから。お仕事が終わったらね。最後の言葉も言い終えられないほどにせかされている様子で、ユキはその女性と足早に歩み去っていってしまった。もう少し話をしていたかったけど、俺も結構もたもたしてしまった。俺も自分の仕事場へとかけていった。
撮影は少々長引いたけど、きちんと仕事をやってのけた。最後に一仕事後片付けだ。俺は借り物のマイクセットその他を両手に抱えて廊下を小走りに行く。早いところ終わらせて今日は帰ろう。と曲がり角から女の子が不意に出てきた。おうの。かろうじて女の子との衝突を避けられたものの、俺の方が派手に廊下に転がってしまい、おまけに持っていた機材をそこらにぶちまけてしまった。いてて。大丈夫ですか？おや、したたかに打った脇腹を押さえて立ち上がろうとする俺に、天才そうな華奢な腕が差し伸べられた。あ、すみません。その手を借りて立ち上がり、改めて顔を見た。あ、ほん。尾形、いいな。いい衣装だな。だよな。怪我はなかった？いえ、別に。俺はぼーっとしながら答えた。今までそれほど熱心に彼女のことを見てたわけじゃなかったけど、改めて実物を見るとやっぱり綺麗な子だ。でも昨日のことは覚えてないのかな。そんな感じはなさそうだけど。と思い出されて鼻の付け根が少し痛んだ。よかっこうやって笑える子なんだ。た。でも彼女は俺の足元を見てつぶやく。打ち負けられた機材でひどいありさまだ。俺は急いでそれらを片付け始める。もう少しで俺はこんなものと一緒にあの尾形里奈ちゃんと正面から大激突するところだったんだ。少しゾッとした。廊下は走んなし。不意に目の前に立ってた2本の細長い足が折りたたまれ、彼女の顔が降りてきた。仕方がないわね。手伝ってあげる。ほん。え？いいから。ほん。驚いた顔の俺に彼女は天使みたいに笑いかける。昨日のパンチがとても信じられない。あなたも手伝いなさい。私だけにやらせるつもり？これは彼女のマネージャーらしい人に言ったセリフ。そばに立っていた細長い病弱そうな男の人が弾かれたみたいに床にへばりつく。3人もいたので片付けはものの数分で終わった。すみません。ありがとうございました。感謝と感激とで俺は彼女に頭を下げる。あら、いいわよ別に。再びにっこりと微笑む彼女。やっぱり優しい子なんだ。おいちょっと優しくされただけで態度変えやがって。お前エコーズでやっぱそういう子なんだって言っとったんや。やっぱきつめの子なんだって言っとったやん。だけど彼女は微笑んだまま不意に目つきだけが鋭くなって。でも今度ぶつかるんだったら誰か別の人にしてね。私じゃなくて。不思議な迫力があった。そして彼女がさっきの病弱そうな男を引き連れるように廊下を歩きかけた時、男の人が一人通りかかった。お、リナ、なんだ、昨日の青年にお詫びしてたのか。よし、偉いぞ。あ、昨日のおっさんだ。こんなところまでずうずうしい。あれ？なんか知ってる？俺、この人のこと。こんな明るい、ちゃんとした場所で見ると、まるでイメージが違うから。やめてよね兄さん。こんなところで夕べの話なんて。兄さん？やめても何も。お前、やっぱり覚えてないんだな。彼、夕べ、お前が殴り倒した勤労青年。俺をじっと見る彼女。うん。少し照れながら俺はうなずく。そういうこと。ちゃんと謝るんだぞ。威張ってごまかすなよ。
お前は兄か。そう言って彼は乾いたみたいな笑い声を上げて歩いて行ってしまった。仕事場でバカなことばっかり言わないでって聞いてもいないわね。そして彼女は再び俺に向き直った。ゆうべって本当に？呼吸で若干その体が上下するのとかすごいリアルであれだよな。なんかいいな。まあいや別になんてことありませんでしたから。俺は慌てて手を振る。本当ごめんなさい。たまたま昨日はちょっといろいろとあって。大丈夫でしたから、そんな気にしなくても。鼻血を出してたなんてあの人告げ口してないといいけど。そうだ、さっきの人尾形英二さん？今の。うん。人前では繊細そうな優等生みたいな顔しているけれど、本当はあんなのなの。妹としてちょっと自慢できる兄じゃないわね。そんな。尾形英二といえば彼女尾形里奈の実刑で、ユキと彼女の所属する尾形プロダクションの若きボスだ。若くして才能を発揮して作曲家ミュージシャンとして独自の世界を生み出した。だけどその一大ムーブメントの中心人物は円熟を見せる前に第一線から身を引いた。以来彼は一度もステージに立つことをしないで、若手ミュージシャンやアイドルタレントたちのプロデュースを務めることに専念した。それがユキの所属する尾形プロダクションである。彼がこの世界に転校した時、関係者はおろか彼のファンたちまでもが彼の行為に失望した。業界人の目には子供のお遊びと映り、ファンの目にはサラリーマン的と映ったのだ。だけど彼はそれらの評価を覆してみせた。彼のセンスは全てにおいて卓越していた。作曲も舞台演出も広告戦略も全てにおいて。そして彼はプロデュースドバイ尾形のブランドでアイドルタレントを世に送り出すことに大成功した。その第1号が彼自身の妹尾形里奈だ。尾形兄弟の人気は爆発的だった。その勢いのまま彼は第2号を世に送った。それが森川由紀なのだ。だから正直な話、由紀がデビューできたのは彼の力と言ってもいいのかもしれない。少なくともデビューの段階では。何その含みのある言い方するん？イメージ崩れちゃった？だけど今のが本物。あんな男の偶像崇拝しちゃダメ。確かに夕べ喫茶店で見たあの人はただのいやらしい中年にも見えなくもなかった。夕べに限らず店で俺は何度もあの人を見てたはずなのに、あの尾形英二だとはずっと気づかなかった。本当に兄が乱暴なことしちゃって許してね。ああいう人だから。兄がええ、乱暴なことをしたのは彼じゃなくて。それにしてもここでも働いていたなんて。AD です。バイトで。働き者なのね。私も負けないで頑張るからね。応援していて。そう言って彼女は上品に笑った。なんだか綺麗すぎて照れる。じゃ頑張って。さあ行くわよ。最後の鋭い一言はマネージャーに向けられたものだ。彼はずっと気遣わしそうに腕時計を見つめていたけど、声をかけられて一瞬ビクリとして、それでも安心したみたいに去っていく彼女の後に従った。まるで天使みたいなのにあの迫力は。さて仕事はおしまい。ユキたちはまだ仕事があるみたいだ。大変なんだな。とりあえず今日は帰ろう。